3JS の TSL 使ってこのシャボン玉っぽいものを作っていこうと思います。で、これ実際のシャボン玉を忠実に再現したわけではなくて、ちょっとそれっぽいものを作ってるだけです。で、ちょっと今 TSL の勉強がてらいろいろ作ってみてるんですけども、変なコード返したら教えてください、コメント等で。はい、ということで早速やっていきたいと思います。で、まずこれ基本的なセットアップが済んでるような状態です。シーンがあって、カメラがあって、レンダラーがあって、で、レンダラーは WebGPU レンダラー。で、3JS も 3/WebGPU からインポートしてるような状態です。で、あとは Orbit コントロールがあって、今多面体があるような状況ですね。はい。このセットアップが済んでいて、こんな感じで動くようになってますと。はい。じゃあまず、最初に、この背景の HDR 画像から、読み込んでいこうと思います。で、画像は、適当にポリヘブンとか言っていただいて、HDR 画像ダウンロードして使っていただければなと。それが今ここに入っているような状態なので、これを読み込んでいきます。で、まずドン HDR ローダーをインポートしていって、じゃあこの辺に書いていきますか。HDR ローダーイコールニュー HDR ローダー HDR ローダードットロードしますと、ドットスラッシュ HDR.HDR で、エンバイロメントマップでエンバイロメントマップドットマッピングの、3の、これかな。ほんで、シーンか。シーンドットバックグラウンドイコールエンバイロメントマップのシーンドットエンバイロメントマップこんな感じですね。はい。で、そしたら早速、シャボン玉っぽいことをやっていこうと思うんですけど、まずちょっとマテリアルを変えますか。今ノーマルマテリアルになってるんで、メッシュフィジカルマテリアルにしまして、ワイヤーフレームはいらないと。はい、こんな感じで、そのシャボン玉っぽいものを書いていくんですけども、これをどこに書くかというと、マテリアルのカラーノード、こいつをちょっといじっていきます。こんな感じにして実行するとこまでやって、はい。で、ここに書いていきます。で、今回どうやってシャボン玉っぽさを出していくかというと、実際のシャボン玉は多分そのシャボン玉の膜圧の表面と内側で反射した光が干渉してどうのこうのとか多分やると思うんですけども、そういうのそういうちょっと小難しいことはやらず、今回はこんな感じで
まずカメラがあって、ここにシャボン玉の球体がいて、でこのカメラの視線、このビューのディレクションとこのシャボン玉の、頂点のノーマル方向、これの内積を取って、内積の絶対値を取ると、この垂直に交わるところで、内積の絶対値が1になって、この接するところ、このベクトルが90度、内積が90度になるところで0になるんで、ここからこの1から0に向けて、徐々に虹色に、色を変えていく。そんな感じでやっていこうかなと。つまりこの内積の値によって虹色に色を変化させていくっていうのをやっていきます。はい。ということで、で、ちょっとこのサブディビジョン、ちょっと大きめにしときますか。これで綺麗な球体っぽくなったんで。はい。で、まず、なので、これか。なので、まず必要なのが、カメラからの、カメラの座標が必要になってきます。で、それをどうするかというと、どこに書こうかな。この辺にパラムスとか書いて、U カメラポジションイコールでユニフォームで渡しますよ。カメラドットポジション。はい。で、このカメラのポジションはぐりぐり動かすと変わるんで、ちゃんとアップデートしてあげないといけないですね。なので、ここで U カメラポジションのドットバリューをカメラドットポジションとしてあげますと。はい。こんな感じ。で、まずは、このカメラから頂点に向かうベクトルを作ってあげようと思います。で、ビューディレクションとかにしますか。コンストビューディレクションイコール U カメラポジションドットポジションローカルを引いてあげれば、引いてあげて、ノーマライズしてあげる。これで今このベクトルが求まりましたと。この青い矢印ですね。で、次にじゃあ失礼。ノーマルとの内積を取っていきましょう。ドットプロダクトで、ドット、ノーマルローカルを TSL からインポートして、でそれとビューディレクションの内積を取って、今このこの中身ですね。絶対値を取る前の中身の内積を計算したような状態です。はい。じゃあこれをこの虹色の、光にしていかないといけないんですけど、これどうやるかっていうと、これウィキペディア可視光線で、この波長をちょっとこの波長を使っていきます。で、今内積の絶対値の一番小さいところが0で、一番でかいところが1というような状況です。で、これをこの380から780にマッピングしてあげて、それに基づいて色を返していくみたいなことを、やっていこうと思います。なので、とりあえずこの380と780っていう数字が、必要なので、
ここにコンスト U ミニマムのウェーブレングスとかやっときまして、ユニフォームの380で U マックスのウェーブレングスユニフォームの780で、この、内積の絶対値はまだ取ってないんですけど、この内積の絶対値を380から780に、マッピングしてあげる。つまりこの内積が0の時は380、内積が1の時は、780になるようにしてあげます。ウェーブレングスイコールとかやりまして、ミックスの、U、380の780で絶対値のドットプロダクト。これでドットプロダクトが0の時に一番ちっちゃくて、380になって、1の時に780になる。で、その、間だったらこの間で、間の値が返ってくる、みたいな感じになります。でこれをちょっと変数化しといて、はい。で、じゃあこのウェーブレングスの値から実際、カラーの RGB を返してあげる関数をちょっと作っていかなきゃいけないんですけども、それをじゃあ書いていきます。で、wavelength to RGB とかいう関数を作ってみて、で、wavelength をゲットで、ここがちょっとタイプスクリプトのエラー出ちゃうんで、一旦 ignore ですいません、逃げさせてください。で、まずこの波長の式値ちょっと定義していきたいと思います。380とか450とかで、これちょっとめんどくさいんでコピペしまして、僕これ作った時多分別のWikipedia のないサイトを参照したんで微妙に値違うんですけども、こんな感じ。はい。で、次にカラーの初期値をなんか適当に入れてあげて、この値を変化させていきますよと。はい。で、このウェーブレングスの値によって RGB を変えていきたいんですけど、ちょっと先ざーっと書いちゃうと、ざーっと書いちゃいます。よいしょ。適当に入れといて、はい。これ今このウェーブレングスの値が380から440までの時に、今ちょっと適当に赤を入れてるんですけども、紫から青に変化するような色を返してあげたい。なので、ここ1にしてあげて、ブルーを1にしてあげて、ここがこの R の値が1から0に変化するような値を入れてあげればいいと。で、それをどうするかというと、ちょっとすみません、これもコピペめんどくさいんでコピペしちゃいますと、こういう関数作ってあげて、一旦先書いちゃいますと、先に書いちゃいますと、これ今どういう関数かっていうと、
ミニマムの値とマックスの値、あとはそのバリューを渡してあげて、このレンジファクターっていうのは、例えばこれミニマムが380、マックスが440の場合、で、バリューが、例えば380だったら0を返す。マックスに近い440だったら1を返す。みたいな関数になってます。その間はその間の数字が返ってくる。で、このレンジファクターリバースはその逆で、ミニマムに近いと1を返して、マックスに近いと0を返すみたいな関数になっています。なので、この R の値に、このレンジファクターリバースで、1から0になるような値を入れてあげると、紫から青に変化するようなものが、色が返ってくるはずという感じです。で、これをまあどんどん書いていくんですけども、次のこの範囲、この範囲、この範囲っていう感じで書いていきます。で、ちょっとこれめんどくさいんで、すいません、コピペさせてもらうと、ブルーからスカイブルーは R が0、B が1で、この G の部分が、0から1に変化していくようにしてあげれば、ブルーからスカイブルーを返していきますよみたいなのをひたすら書いていきます。で、これをすいませんが、完成形のプロジェクトからコピペしてきます。はい。で、GitHub のリンクも載せておくんで、書くのめんどくさかったら、そこからコピペしちゃってください。はい。こんな感じ。はい。で、この関数を使って、ウェーブカラーをこうやってあげて、試しにちょっと見てみましょうか。ベクター4のウェーブカラーの 1.0 とかやってあげると、こんな結果になるでしょう。はい。中心ほど赤くて、外に行くほど、ウェーブレングスはちっちゃくなっていくんで、こんな感じ。中から外にかけて、虹色に変化するようなものができました。で、これちょっとマテリアルを一回いじっていきます。まずオパシティを 0.4 に下げてあげて、で、このマテリアルの部分で、ラフネス 0.0、メタルネス 1.0、サイド3ドットダブルサイド。はい、OK。で、もう少しシャボン玉っぽくしたいんで、ちょっと中心赤すぎるんで、白とミックスしていきます。で、コンストホワイトイコール 1.0。はい。で、これをミックスしていきますと。ベースカラーイコールミックスの、ホワイトとウェーブカラーで何の値で変化させていくかというと、失礼。ABS のドットプロダクトにして、今、白とこの虹色をこの内積の値によって、ミックスしましたと。
で、内積が0に近いほどウェーブレングスのカラー、つまり虹色に近づいていて、でこの値が1に近づくほどホワイトに近づくようにしてます。なので中心ほど虹色の要素が低くなって、周りほど虹色の要素が強くなるみたいな感じに今なってます。はい。でだいぶそれっぽくなってきたんですが、ちょっと次にもうちょっとモヤモヤさせたいなっていうことで、ノイズをちょっと入れていきたい。ノイズテクスチャーを使ってノイズを入れていきたいと思います。で、これ今こんな感じでノイズのテクスチャーがあるんですけども、これは例えばこういうノイズメーカーみたいなサイトからでなんか適当に作ってダウンロードしたものが今入ってるだけです。これを使っていきます。はい。で、この辺にノイズテクスチャーイコールノイズテクスチャーイコールテクスチャーニュー3ドットテクスチャーローダーテクスチャーローダーテクスチャーローダードットロードこいつとはい、これでノイズテクスチャーが取得できたかな。OK。はい。で、このノイズテクスチャーを使っていきますと、ノイズテクスチャーを使っていきます。まずこのノイズのテクスチャーをリピートしていきたいんで、フラクト、UV、2.0、ここか。じゃあもう、すげえ。ドットマルティプルのこうかな。はい。で、ノイズバリューイコールテクスチャーの U ノイズテクスチャーにしたっけ。U ノイズテクスチャーU ノイズテクスチャーのリピートで、これでR チャンネルを取得すると、RGB 全部一緒なので、ノイズの R チャンネルの値を取得しますと。で、これを、今のベースカラーとミックスしていく。アサインのミックスか。ベースカラーと今のこの白が混ざったベースカラーと、純粋なウェーブカラーをノイズバリューでミックスしていく。するとリサイズの処理入ってない。まあいいか。今元々の白が混ざったベースカラーと、全体がこう虹色になっているウェーブカラーをノイズの値によって変化させてますと。で、ノイズの値が1に近づくほど虹色になって、0に近づくほどベースカラーが強くなる。なので、このノイズが強いところが虹色の値が出てきているような状況。
ちょっとこれ一回ノイズバリューを見てみると、こんな感じになっていて、この黒っぽい部分がその該当する虹色の、色が出てくるような感じになっていますと。はい。で、あとはちょっとこれもうちょっと明るくしたいんで、なんかガンマ補正とか加えてあげて、カラーのガンマ、カラーのパウベクター3のフロート 1.0 ドットディバイドのガンマ、で、ベースカラードットアサインのアプライガンマのベースカラーに 2.2 のガンマ補正をかけてあげると、こんな感じ。はい。という感じで一応以上にはなるんですけども、これなんでしょう。このちょっと頂点をいじってあげて、ちなみにこれ僕のブログで見れるようになってるんですけど、ちょっと頂点を動かしてあげると、これちょっとここまでやんないんですけど、頂点を動かしてあげて、なんかこういうぷにょぷにょした動きをしたりっていうのを一応やっているんですけど、ちょっと今回はそこまではやんないんですけど、別にそんなに大変なことはやっていなくって、このマテリアルのポジションモードを適当なノイズの値で変化させてあげるっていうのをやってるだけです。で、ノイズの値、今回使ってるのはなんかこういう、比較的オーソドックスなやつを使ってます。で、これもGitHub のリンク載せておくんで、興味あったらやってみてください。はい。ということで、すいません、めちゃくちゃ台本もなしにやったんで分かりづらかったと思うんですけども、コードを GitHub のリポジトリ置いとくんで、そっち見ながらやっていただければなと思います。はい。じゃあ以上です。終わり。